はい、皆さんこんにちは。今日は1月ラスト、1月31日なんですね。いやー、今月も最初の方は結構まったりして自分のペースで仕事をしながら、引っ越しだったりリフォームがね、あるので、結構動き回ってはいたんですが、後半が本当に忙しくなっちゃって、今日もね、朝から新しい方にお会いして、日本語のレッスンの話ですけど、本当に素晴らしい方でしたね。なんか、私の方が教わること多いんじゃないかっていうぐらいね、本当に素敵な方が多いんだけど、で、レッスンの後は引っ越しの買い出しに行ったりしていました。月末だったんでね、支払いは、土曜日だったから、金曜日のうちに終わらせて、あとは請求書を作ったりとか、YouTube のコメントをたくさんいただいてたので、そのコメントの返事をしたりしていました。で、ふとね、私の前々職の日本語学校のインスタを見まして、で、先生向けの説明会をしてたんだよね。日本語教師、日本語の先生向けの。で、60名来ていたらしくって、私なんかそれがすごく嬉しくって、私もね、日本語学校に、2年半しか働いてはいなかったんだけど、もう本当に、まず楽しかったんですよね。日本語学校で働くっていうのが。本当に楽しくて、すごいいい学校だったんですよ。渋谷にある長沼スクールっていうところなんだけど、日本で一番古い日本語学校ですね。で、創立者が日本語教育のメソッドを作った方で本当にすごい方なんですけど、もうね、あの学校は、日本一の日本語学校、つまり世界一の日本語学校だなと私は実際に思います。今日はなので日本語学校についてね、話したいなと思いますが、私、日本語学校長沼スクールしかいなかったでしょうとか思われるかもしれないんだけど、実は働いたのはその長沼スクールだけなんだけど、前職がね、実は留学生の方に SIM カードとか光回線の販売をする仕事をしてて、日本語学校に行ってたんですよね。全国の日本語学校に行ってました。だから先生と話すことはなかったかな。職員の方とか結構話したり、学生さんと話していろんな日本語学校行ってたんだよね。日本語学校って今いくつあるんだろう、日本に。学校法人っていうものはそんなに多くはないけど、そういう日本語教育機関っていうものを含めると300とかあるんじゃないかな。ただこれ多分5年前とかに私が認識してる情報なので、今はコロナになって減って今また増えたんじゃないかなとは思うんだけど、ちょっと調べないとわかんないですけど、かなりの数あります。その認可って言って、資格許可っていうのかな、そういうのを取ってる学校ばっかりじゃなくって、いわゆる商売としてね、日本語教育をやってるところもたくさんあるしね。で、長沼スクールに関しては本当にいい学校なんですよ。だからね、このポッドキャストを聞いてくれてる方、日本語学校を探してる方とか、迷ってる方とか、もしくは日本語の先生もね、聞いてくれてたら嬉しいなとは思うんだけど、長沼スクールってね、学費はめちゃくちゃ高いですね。多分、当時はね、2番目に高かったんじゃないかな。1番はね、ヒューマンアカデミーだったかな。で、長沼スクールで、今さらに値上げもしてると思うんだけど、全体的に上がってるとは思うので、
それでも高い方だと思います。でもね、納得だよ、本当に。生徒さんもマックス600人ぐらいいるのかな。で、普段マックスにいるんだけど、コロナの時と、あとは、その前のね、東日本大震災が起きた時かな。結構学生さんは減ってしまったんだけど、今またマックスになってると思います。日本に来るね、留学生自体が増えてるっていうのもあるんだけど、やっぱりその中で長沼スクールって本当に日本語を勉強したい、上達したいとか、日本で働きたいとか、そう真面目にね頑張りたいと思ってる方にとってはとってもいい学校で、一方ね、真面目な学校なので先生も厳しいし、厳しいっていうのはその怒るとかそういう厳しさじゃなくって、課題も多いし、課題をやってこないと、もちろん叱られるし、結構ね叱ってる先生はよく見てましたね。でもそれは嫌いだから叱ってるわけではなくって、ちゃんとやらないとってね、じゃないと卒業できないし、ね、日本で働きたいとか大学に行きたいっていう目標があるから来ているんだから、遊んでばっかりいないでちゃんと勉強しなさいみたいな感じで、本当にね、長沼スクールの先生はね、ママですよ。女性が9割以上。男性も私がいた時は少しいたんだけど、本当に面白くて生徒からすごく人気な先生だったんだけど、今多分私が知ってる先生たちはコロナのタイミングでみんな辞めてしまって、きっとまた新しい先生が今はいるんじゃないかなとは思うんだけど、やっぱり学生さんが減っちゃうとね、先生も減らさざるを得ないというか、ね、レッスンができないわけですから、でまた今増えてきて募集してるんですよね。だから説明会をやってて、本当に難しいよね、そこって。長沼スクールって1クラスすごく少なくしてるんですよ。1クラス30人とかある日本語学校あるんだけど、そういうところはね、正直言うと本当にろくでもない日本語学校はありますよ。具体的には言わないけど、あります。本当びっくりした。まず受付の人、タバコ吸ってたし、で、私も教室入って30人ぐらいかな、学生さんいて、みんな全然日本語話せないんだよね。はい、いいえもわからなかったの。で、私びっくりしちゃって、長沼スクール基準でいくと、ひらがな、カタカナはもう勉強しないというか、それはもうできる前提で入ってくるんだよね。初級の方でも。そこは自分で勉強してきましょうっていう感じで。基本的にはそうじゃないかなとは思うんだけど、その学校は、つまりはお金払えば入れるっていうことだね。だから、一応先生はいるとは思うんだけど、レッスン、授業もちゃんとしてるとは思うんだけど、別に学校来なくてもいいし、そういう学校は結構あります。そこは、簡単に言うとお金儲けのところだよね。ただ、需要と供給がマッチしてて、日本に来たいって、お金を払えば来れるということだから、ビザがもらえるということだからね。本当悪い言い方だけど、実際そんな感じで、もちろんちゃんと日本語も勉強したいってね、思ってるし、日本でバイトしたいでしっかり生活してっていう風に目標だったりある人が来てるとは思うんだけど、長沼スクールで働いてるとね、やっぱりちょっと違うなっていう風に思っちゃうよね。もちろん長沼スクール以外にもしっかりしてる日本語学校はたくさんあるんだけど、他にもね、結構新大久保とかそこら辺も日本語学校結構あるんだよね。いいところだったなと思います。長沼スクールに関してはもう長沼メソッドっていう日本語教育があるんだけど、それに沿って教えてるから、本当に教育っていうのがしっかりしてるし、
先生、職員の質がめちゃくちゃいいと思います。なんか私働いてたのね、26歳から働いてたんだけど、もう正直学生さんと同い年ぐらいだったんだよね。大学に進学するコースの人たちは、19歳、20歳とか、私よりは若いんだけど、一般のコミュニケーションコースとかビジネスコースの人たちは、自分の国の大学とか大学院、もしくは働いて、その後に来てるので、みんなね、私よりお兄さんお姉さんも結構いたんだけど、先生たちもね、やっぱお母さんの年齢なので、すごい私は可愛がってもらってたなとは思うんだけど、本当に生徒のことをすごく考えてる。私もそうだけどね、他の職員とか先生たち、まず校長先生がね、もうね、めちゃくちゃいい人なんですよ。もうね、みんな大好きだと思う。私もね、すごい好きだったんだけど、校長先生がもう優しすぎるし、本当に学生さんのこと考えてる方で、理事長は、実は私がいた時の人からね、今変わってしまったんだけど、でも理事長も優しくて、学生思いですごくいい人でしたね。窓口の学生部のスタッフも、あとは総務部のスタッフも、もうみんなやっぱり、まず、これ普通だと思うんだけど、お客様ファーストって、日本語学校ってある意味お客様って生徒だからね。だから生徒さんファーストで常に考える。でもこれって当たり前だけど、当たり前じゃないと思ってて、日本語学校だけじゃなく、どんなビジネスでもそうだけど、やっぱりこっちが損したり、めんどくさい思いするの嫌じゃないですか。それでも、やっぱ生徒さんのことを一番に考えてるなっていうのはすごく感じてました。で、私も本当にそういうタイプだからこそ今も YouTube で、JLPT のこととか日本語をただ発信するんじゃなくて、私は本当に役に立ちたいなと思って発信してて、こういう思いでずっと生きてきてるから、だからこそあの学校はすごく良かったなと思いました。辞めちゃった原因は、もともとそんな長く働こうとは思っていなくて、すごい申し訳ないんだけど、日本語学校ではすごく働きたくって、その中でも長沼スクールで働けたらすごく嬉しいなと思ってて、で、面接に行って、内定をいただき、で、本当はもうちょっと長くは働こうとは思ってたんだけど、コロナになってお給料が下がってしまって、お給料自体は変わってないんだけど、ボーナスがね、っていうのがありまして、今はしっかり出てると思いますよ。ボーナスはね、ちゃんとあそこはすごく出ますから。で、だからそこがちょっときつかったのと、その時に SNS を始めて、すごく伸びて、もうちょっと SNS を極めたいっていうのと、もう一回民間の企業、上場企業で経験を積んでから私は独立したいなと思ったので、転職をね、したんだけど、本当に上司も私すごい大好きなんだけど、上司に言うのもすごくね、嫌だった。なんかやめますってね。でも言わなきゃいけないから。でも本当にみんな応援してくれてね。本当にね、先生一人一人いい人だった。辞めてからも、そんな頻繁には会ってないけど、先生たちとご飯行ったりとか、去年もバーベキュー行ったのかな、先生たちと。だから辞めた後もこうやって仲良くしてもらえてるのはね、すごく嬉しいなと思います。辞めた後も何回か学校行きましたよ。卒業生みたいな感じで。そう、卒業生もね、結構来る、あそこ。だから、すごい、Google 口コミとか見てもわかると思うけど、満足度は高いよね。イベントもしっかりやってて。なんかイベントって、私も学生の時はね、イベントとかあったら普通に出てたけど、やっぱり教職員側になって思うのは、
イベントって大変なんですよ。毎年やってるイベントであっても、責任者を決めて、で、まず無事故でやることが一番だし、そこをベースにして、毎年同じことをね、やるわけにもいかないから、去年の反省とかを活かして、もっとより良くなるようにってやって。で、それって普段の仕事プラスのことなんだよね。そこをみんなだからもうノリノリで楽しんでやりたいと思ってる先生たちはいないと思うんだけど、でもそれは仕事だから、やるんだけど、本当に教職員側の立場になって改めて先生ってすごいなって思いました。日本語学校にいて印象に残ってることはたくさんあるんだけど、本当に私はイベントもすごく楽しかったし、日々学生さんと話すのも楽しかったし、いろんな先生と話すのも楽しかったんだけど、そうだね。結構印象深く残ってるのは3つあって、1つは、とある女の子の生徒さんが iPhone をなくしたと。で、2人で一生懸命探して、最終的に見つかって、で、その次の日かな、お礼にお菓子、わざわざ私のところに来て渡してくれて、それがすごく嬉しかったのと、同じような感じだけど、中国の学生さん、女の子が朝登校したら、もう気持ち悪くてフラフラしちゃってて、やっぱり渋谷にあるんだけど、もうほんと満員電車なんですよ。出勤する私たちもそうだし、生徒さんも大変だっただろうなって思うんだけど、だから多分それが辛かったんですよね。熱中症もあったのかな。で、私が、ケアしたってわけでもないけど、学校にね、そういう薬とかもあるし、そういうのをお渡しして元気になって、で、その彼女もお礼のお菓子とかね、後日くれたんだよね。わざわざね、くれるっていうのがすごく嬉しいですよね。あとは、なんかね、いや別に日本語学校の生徒さんだからってわけじゃないと思うんだけど、すごくね、物をなくす人が多かったなって私思ってて、でもこれは別に私、普通の、例えば大学とか、その日本の学生がいるとこで働いてたわけじゃないから、比べてるわけじゃないんだけど、ちょっと不注意の人多くないかと思って、お財布とか iPhone とかを結構なくす、カバンごとなくす人とかいて、なくすのか忘れてくるのか。で、やっぱり相談されるわけなんだよね。なくしちゃいましたみたいな。結構それ多くって、なんかみんななんでこんな不注意なんだろうって私は思うんだけど、でも、大体戻ってくる。警察に電話したりしたのかな。そう、だからそこの警察行きなとか言ったり、あとはお店に電話したりとかね、私がしてあげて、実際あるんだよね。覚えてるのは、ただ一件ね、お財布見つかったけど中身はなかったっていう人いたかな。でもね、お財布が見つかっただけ良かったみたいな感じでは言ってたけど、クレジットカードとかは入ってなかったんだよね、多分。その時まだ意外と現金の時代だったから、クレジットカードはね、もちろん使ってたと思うけど、お財布には入ってなかったのかな。でも結構お財布とかカバンとか戻ってきて、すごいみんな感動してたけど、なんかみんな不注意だなって私は思ってました。それ多分日本語学校にいたからとかじゃないんだけど、なんか、私ってそもそもそういうめちゃくちゃ注意深いから、物をなくしたり忘れるってことがなくって、例えば酔っ払ってとかそういうのも絶対ないんですよ。だからそういうしょっちゅうなくしてる人とか見ると不注意だなってすごい思って、なんでだろうと思っちゃうんだけど、なんか忘れちゃうんだろうね。私もなんか、酔っ払ってる時とか、いやでもそれでもなんか忘れないようにカバンに入れとくとかさ、
なんか忘れないように工夫をするからあんまないんだけど、そこがすごく印象に残って、またかみたいな感じでよく思ってましたね。あとはスピーチ大会とか毎年あるんだけど、そこもね、すごくレベルが高くって感動するんだよね。だからもしね、日本語の先生とかで、日本語学校で働くか、今オンラインでもできるから、いろんな働き方があると思うんだけど、やっぱりオンラインと直接会って、自分の生徒とね、毎日会って教えるっていうのは全然違うと思います。絆も違うし、楽しさも違うし、それが先生の楽しさ。大変な時もあるけどね、行きたい大学にね、合格させてあげるためにこっちも一生懸命やらないといけないし、生徒さんが全員扱いやすい方ではないし、扱うって言ったらちょっと物みたいになっちゃうけど、そういう意味じゃなくて、やっぱね、体調悪い時とか気分が悪い時とか、それはみんなあるから、先生はね、もちろんそんなないけど、気分悪いとかそういうのはないけど、それでもやらなきゃいけないっていう、一緒に頑張っていくっていう形がね、すごくいい職業だなとは思います。しかも、何歳でもできるからね、本当引退とかないっていう、だからすごくいい仕事だなとは思います。長沼スクールのインスタでそんなたくさん説明に来てる方がいて、しかも後ろ姿の写真が載ってたんだけど、パッと見若い方よりちょっとね40、50歳ぐらいの方もまあまあいるなと思って、やっぱり先生は足りないと思います。今生徒がもう入りすぎてる状態で。で、なんで足りないかっていうと、やっぱ長沼スクールは少人数のクラスっていうのがやり方なんだよね。大人数に先生一人だったら先生ちょっとでいいし、教室もそんなにいらないから楽だよね。でも生徒一人一人を見るってなったら少ないクラスの方がいいし、でその分教室もたくさん必要になるから、あそこはね、校舎が3つあるし、教室もたくさんあって、それがまたね面白かったりするんだけど、そこは曲げないでしょうね。だってそういう文化ね、そういうやり方でやってきてるので、そこを変えちゃったら長沼スクールではなくなってしまうから、だから先生たくさん必要だし、でも面接はね結構厳しいかな。誰でも合格するわけではないし、結局は自分のやり方でやっちゃう人より、ちゃんとその学校に合うやり方、教育方法でやってくれる先生じゃないとね、これ企業でもそうだよね。いくらスキルがあってすごい方だとしても、その企業のやり方に合わないとね、採用はされないし、だから、学校によっていろいろ違うとは思うんだけど、長沼スクールはちょっと厳しいところはある分、とってもいい学校だなとは思います。だから私はもうね、働くことはないけど、すごくね、応援してるんだよね。でも、インスタとか見てる限りは、学生さんはいっぱいいるし、もちろん内部事情はいろいろ大変なのはあるとは思います。それは。本当にいろいろあるから。それでも、ね、本当にいい学校ですよ。はい。じゃあ今日はね、これぐらいで終わりにしようかなと思います。2月も頑張りましょう。2月は YouTube をもっとアップできたらなと思います。じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。